皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アカリストのハテナです。はい、ということでですね、今回は植物のお話をしたいと思います。はい、ということでね、ちょっとこれはですね、やっぱりやりたいなと思いまして、はい、っていうのもですね、私のチャンネル、やっぱりアクアリウムチャンネルっていうことで、基本的にね、皆さん、動画を見ていただいている皆さんは、水槽を、管理されている方っていうのがほとんどだと思います。ただですね、この前、アンケートを取らせていただきまして、ビザールプランツに興味ありますかっていうことで、もうすでにね、ビザールプランツ持っていると、買っているっていう方が実は3分の1いらっしゃって、で、持ってないけど興味があるっていう方が3分の1、で、興味ないよっていう方が3分の1ということで、3分の2の方がですね、何かしら興味があるというようなアンケートの結果が出ました。ということは結構皆さんねやっぱり興味あるっていう方が多いということとで、全く興味ないっていう方もですねちょっとこの際沼らせたいというふうにですね私思っておりまして、今日はですねビザールプランツの魅力について存分にお話をしていきたいと思います。はい、ということで今日のねお話っていうのはちょっと皆さん覚悟して、見ていただいて、もう沼らせてほしくないっていう方はね、もうここでちょっとチャンネル、動画閉じてください。本当に。はい。それぐらいね、ちょっと熱を込めて、皆さんに、こちらの世界に引きずり込みたいと思っておりますので、はい。覚悟して見ていただきたいと思います。で、そもそもなんで私がですね、このビザールプランツにハマったのかっていうお話をしていきたいと思います。私ですね、アクアリウム始めてもう3年半ぐらい経過しまして、もともとね、この植物っていうのは全く家にありませんでした。私ね、一軒家、自分の戸建ての住宅持ってる、そこで住んでるんですけど、その戸建て住宅ですらですね、もうほとんど植物植えてない、ぐらいだったんですよ。で、もともとはですね、3年半ぐらい前にですね、アクアリウムっていうのを始めて、で、そこからやっぱり水槽の世界っていうのにすごいどっぷりハマっていったんですね。で、もともとはやっぱりこの水槽のレイアウトですよね、水草レイアウトをするっていうことに本当に感動して、もう足しげく近所のアクアリウムショップにもうずっと通うような、もう毎週通ってたぐらい、それぐらいですね、どっぷり使っていました。で、お魚さんも、やっぱり興味あるんで、いろいろね、可愛いなと思いながらショップ巡りをしたりとか、で、そこから水草の管理に、興味がより移っていったといいますか、水草派と私言わせていただいているんですが、どちらかというと水草に興味があって、特にその根っこですよね。はい、もうこの根っこに対する愛っていうのも結構相当なもんがありまして、それぐらいですね、アクアリウムにどっぷり使っていました。で、それから1年、今から言うと2年前ぐらいにですね、テナント物件を借りたいというふうに思いまして、自分の趣味の部屋ですよね。で、20畳弱ぐらいの広いスペースでアクアリウムを楽しみたいっていうことで、ちょっと一大決心をして借りたんです。で、そこでですね、やっぱかなり広い空間ですので、水槽だけを置くっていうのが、スペースがね、結構もったいないなと思ってました。全てを水槽で埋め尽くすっていうことも、できたのはできたんですが、やっぱりね、台数が増えてくると、それに、ね、伴って管理も大変になるということですし、私趣味でやってるんで、なかなかね、そんな水槽、何十台も管理するっていうのが、自信がなくて、崩壊させてはいけないっていうふうにも思っておりましたので、せっかくだったらこの広いスペースに植物を、飾りたいというのがきっかけです。で、最初はですね、いわゆる観葉植物、それこそモンステラであったりだとか、ああいうね、観葉植物を購入して、っていうのが始まりだったんですが、やっぱりね、これ皆さんもそうだと思うんですが、何か好きになると、YouTube とかで見るでしょ。で、私もね、観葉植物飼い始めて、育て方っていうの全然わからないので、YouTube で調べ出したんですよね。でそしたら、ビザールプランツっていうのがあるぞと、おすすめとかで出てくるんですよね。で、私多分ね、最初ハマったきっかけって、皆さん早朝系 YouTuber の知ってます？
佐田さんですよね。芸人さんの、はい、あの方がですね、もうパキポディウムグラキリス、それこそね、2年以上前だと思うんです。もうパキポディウムがもうすでにかなり流行ってた状況だと思いますが、その時にねご紹介されてて、いやもうパキポディウム愛がすごかったんですよ。でもう可愛い可愛いってね何回も連呼されてて、正直ねその時私と思ってたんですよ。はい、何がみたいな。ね、パキポディウムってこの丸いこう体の部分、ボディの部分にですね、こう申し訳程度に入れるこの葉っぱっていうのが、なんていうんですか、これ植物なんて何これ、思ってですね、やっぱ植物って緑のイメージあるじゃないですか。ほぼほぼ茶色なんでね、なんやこれと。でもう正直全然興味なかったんですけど、いやこれね、ちょっと皆さんちょっと語りますよちょっと語りますよ。皆さん好きってどういうところから生まれるか、ご存知でしょうか。私のこの考えなんですけど、好きってイコール知識だと思ってるんですよ。なんかこう物を好きになるって、なんて言うんでしょう、そのことを知ってるからよりこう調べて、で知識蓄えて、で、自分だけが知っているものとか、ちょっとこう専門的なね知識とかいろいろこう詳しくなってくると、よりなんかこう興味が湧いて好きになってくる。で、それこそ YouTube とかの動画を見たりだとか、こういろんなジャンルで見ていくと、どんどんこうね好きになっていく。いわゆるこれが沼ですよ。はい、これがね沼への入り口。もう入ってるっていうところなんですけど、だとね思ってるんですけど、皆さんどうですか。で、最初はね全然そんな興味なかった、パキポディウムとかその珍奇植物っていうのが、なんかねこう動画とかでたくさん見ていくうちにこうなってます。はい、いやーね、もう今となっては抜け出し方がわからんぐらいね、もうどっぷりこの沼に浸かってしまってるっていう状態で、はい、だから私はねアクアリウムから上陸組ということでですね、これ視聴者の方から教えてもらった言葉なんですけど、アクアリウムからこう上陸してこう植物にね興味が湧いてるっていう組なんですが、いやー、はい、ということで、だいぶちょっと話長くなってきたんですが、ここからはね皆さん、この植物ね、特にビザールプランツを皆さんに紹介して、もう皆さんをねこちらの世界に引きずり込んでやろうと思いますので、早速いきたいと思います。はい、まず私一番のおすすめがやはりこちらのアガベ。アガベがですねおすすめな理由としましては、非常にですね育てやすい、もうこれにね、尽きるかなと思います。アガベ、私出てこれベアルート株と言いまして、根っこがねない状態で購入しております。で購入先は大体フリマアプリだとか、オークションとかで購入してるんですが、発根管理って言ってもですね、とりあえず私自分なりにブレンドした土に刺すと。はい、でそれだけでもう基本ね勝手に発根してくれますので、非常にこう育てやすいっていうのが一番の魅力だなと思います。でこのアガベは金額的にもね最近結構お安く手に入ることができますので、そのあたりもおすすめということになってきます。それでは一つ一つご紹介していきたいと思います。まずはこちら、これはですねチタノタ白芸という品種になります。白いクジラと書いて白芸。やはりねこの名前もねなかなかこう中二病っぽくて、私的には非常に好みなんですが、こちらの白芸はですねアガベが人気になった、一つの理由、そういうね象徴の品種になってくるかなと思いますが、こんな風にですね、葉っぱがこう横に広がって、はい、で、非常にこう鋭いトゲ、これ巨子っていうんですが、それがね本当にこうかっこいい、そういう品種になってきます。大きさ的には小株から中株になろうとしているっていうぐらいのねサイズ感ですよね。でここからこうね育っていく、その様子を見るっていうのもこのアガベのこう魅力の一つなんですよね。でちなみに鉢はこんな風に透明の鉢に入れております。いやーこれね根っこ見えるんですよね。もう私とにかく無類の根っこが好き、根っこフェチでございまして、はい、若干ねこれ苔生えてくるんで、注意は必要なんですが、私的にはこの鉢めちゃくちゃおすすめ。ではお次に行きます。次はこちら、ちょっとちっちゃめのこいつ、これね姫源流っていう品種になります。
いや、これはですね、とにかくこのコンパクトなサイズにもかかわらず、しっかりとしたこの鋸歯、トゲがあって、いや、非常にですね、これも可愛らしい、姫っていうね、名前がついてるぐらい、少しサイズが小さい小ぶりなものになりますが、これはですね、こう育てやすくて、さらにスペースを取らないっていうね、メリットがあるかなと思います。やっぱりアクアリウムやってるとね、こうどうしても場所問題っていうのが出てくると思いますので、こういうね、コンパクトなタイプを揃えるっていうのは一つありかなと思います。ちょっとこのペースで紹介してたらね、これ一生かかるんですけど、次いきます。次はですね、レッドキャットウィーズル。赤猫とかね、ゴリ猫とか言われたりする品種になります。いやー、これね、なんといってもこのトゲがすごいですよね。はい、このレッドキャットウィーズル、とにかくこの鋸歯のいかつさっていうのが非常に人気で、かつては結構高級品種だったようですが、最近かなりね、手に入りやすくなってます。こんな風にね、裏にトゲが出てきたりとか、そういうのがね、いや非常にこうね人気のある品種ですよね。育て方によっては結構こう伸びちゃうっていうね、デメリットもあるんですけど、これ私なんとかコンパクトにね育てようと、そういう感じで自分なりに、自分の好きな形に育てていくっていう楽しみがね、本当にね、もうアガベの最高の一つの醍醐味ですよね。で、続いてこちら、これひときわでかいんですけど、これね、笹の雪のだるまタイプになります。いや、こんな風にですね、これ上からちょっとね、なかなか見づらいんですが、上から見るとこんな風にですね、広がりがすごいですよね。確かにだるまっぽくね、まん丸なこの形状、非常に可愛らしくもあり、なんか力強さみたいなのも感じられます。先ほどまでのアガベとは違って、この鋸歯がですね、そんな鋭いタイプではないんですけど、なんかこれもね、この形が非常にいい、そんなアガベになります。これも透明の、鉢に入れてるんですが、もう根がね、すごいことになってますよね。ちょっとこれ鉢小さいので、植え替えた方がいいかなと思っています。はい、どんどんいきます。次はこちら。これですね、チタノタの覇王竜という品種になります。はい、いろんなね、チタノタって言っても、こうジャンルというか、そこから派生した細かいね、こう分類がありまして、大体元は同じ品種だと思うんですが、育て方によってね、いろんなこう名前が付けられるんですよね。これはですね、おそらく中株ぐらいですかね。はい、非常に立派なこの鋸歯。それにこの葉っぱがね、横に広がる感じがすごくかっこいい。名前もね、覇王竜っていうね、もういかにももう中二病みたいなね、いや最高ですよね、この名前の付け方も。はい、ということで、覇王竜でした。どんどんいきます。やっぱりアガベと言ったらこちらですよね。ユタエンシスのエボリスピナになります。皆さんこれ、こんな植物あるんですよ。すごくないですか？このなんていうかね、さっきまでのアガベとは全然違うこの鋸歯、トゲの長さですよ。名前もエボリスピナってね、めちゃくちゃかっこいいでしょ。でね、特にこのトゲの部分がこううねるようなものっていうタイプがありまして、それカゲロウって呼ばれるんですけど、そうなるとね、もっとこれ高くなる品種で、アガベの中でもね、ちょっと育てにくいみたいです。これ私発根管理してるんですけど、とりあえずね、ただただこう土に刺してるだけですので、いやー、これ発根するかっていうのはちょっとわからないんですが、アガベなんでね、そのうち待ってたらおそらく発根するんじゃないかなとは思っています。はい、でこのエボリスピナー結構ね高いんですよね。一昔前というか数年前だと平気でこれだけでもう数万円ぐらいする、はい、そういうね株になるんですけど、最近だいぶ値段が落ち着いてきて、私はですね1万円弱ぐらい、はい、もう8000円ぐらいでしたかね、ちょっと忘れましたが、はい、このタイプを2株購入しております。最近ですね、アガベっていうのは結構こう人気のものがメリクロンと言いまして、簡単に言うとね、クローンみたいな感じで、どんどんねこう増やすことができるような、遺伝子をね、遺伝子の技術を使ってクローンを生み出していくっていうような、そういうね技術が結構こう使われておりまして、かなりね安くなってきてるんですよね。人気のピークもね結構下がって落ち着いてきてるんかなっていうふうには思うんですが、その分ね結構手を出しやすくて、いや非常に私的にはおすすめですね。はい、ですのでもし購入される場合はこの希少性っていうよりも形がねかっこいいとか、そういうので購入される方がいいんじゃないかなっていうのは個人的に思っています。はい、では次です。次はやっぱりこれですよね。パキポディウムです。はい、
やっぱり珍奇植物といったらこの代表格がパキポディウムですよね。はい、こんなねかなり大きな株っていうのも買ってしまって今これ発根管理中なんですが、果たしてね発根しているかっていうのはちょっとどうなんでしょう。まださすがに、発根してないんかなというふうに思いますが、どうなんでしょうか。アガベとは違ってね発根の難易度っていうのが、全然段違いに高いので、私もね2株ぐらいもうすでに失敗してますので、なかなかねその辺が希少価値が高いかなと思います。はい、まず私がね最初に手を出したのがこちらです。これねパキポディウムのサウンデルシ白馬城とね、名付けられたこちらの株になります。これはですねパキポディウムの中でも非常に育てやすくて、これおそらくね現地株と未生株っていうのがありまして、要はね現地から輸入してくるものと種から育てたものっていうのがありまして、おそらくこれは未生株だと思います。なのでもう日本の環境にね適応しているものですので、育てやすいのかなというふうに思うんですが、非常にこれはね、育てやすい、発酵もしやすい品種になります。でお値段的にもね多分2000円ぐらいで私購入していると思うんですけど、結構ね手を出しやすい価格になりますので、こちらおすすめかなと思います。はい、ただパキポディウムといったらやっぱりこのグラキリスですよね。これかなりね小さめの株になりまして、これがいわゆるベアルートといいまして、根っこが生えていない現地の株になります。今発根管理中なんですけど、ちょっとまだねこれ発根してないような感じですよね。でなんとなくこうベコベコとしぼんでるところもありますので、ちょっとこれまずいかなと思ってるんですが、どうなんでしょうか。またこう発根してるかどうかっていうのはね、動画で、撮ろうかなと思ってますが、果たしてどうなんでしょうか。はい、これぐらいの小ささでも結構4、5千円しますので、やっぱりねパキポディウムグラケリスっていうのは今でもそこそこお値段しますよね。ただなんといってもこのでかい株ですよ。はい、これもねおそらくまだ全然発根はしてないと思うんですけど、このぷっくりとしたボディに申し訳程度に咲いているこの歯ですよね。なんというかこのフォルムがね、なんか見てるうちにねどんどんこのハマってくる魅力っていうのがなんかあるんですよね。でこれはね現地の株になりまして、これで多分1万円台ぐらい、で購入してます。オークションとかだとね、かなり手に入りやすいんですけど、この株のこの新鮮さとかがやっぱり大事らしくて、その辺がね、なかなかオークションだとわからないので、難しさっていうのはあります。はい、ということでパキポディウムでした。これもですねなんとなくこのアクアリウムに合ってるんちゃうかなと思うんですが、どうでしょうか。この水槽にね結構映えるような、やっぱりこの幹肌の感じ、これがねなんかこう流木感もありつつ、なんかねアクアリウムに近いような感じしますよね。いわゆるこの洋盆栽みたいなね、ジャンルになってくるかなと思うんですが、ちょっとこう盆栽チックなところもありますよね。これもかなり沼が深いんですけどね、一回ちょっとね、ぜひ調べて、覚悟して購入してほしいなと思います。はい、あとはその他の植物若干だけご紹介しておきます。まずはこちらです。こちらがですね、ユーフォルビアのオベサというものになりまして、なんかね、これなんていうんやろ、若干サボテン的なね、感じなんですかね。はい、このぷっくらしたこの丸いボディ、なんか非常に可愛らしい感じですよね。これ私ね、なんか買った時のおまけでいただいた株になりまして、かなりね、大きくなってきました。最初ね、本当にちっちゃい、もう親指もあるかなないかなぐらいのサイズだったのが、結構ね、大きくなってきました。でこれはですねこの丸い形形状の良さとかで価値が変わってくる品種になるようです。これもねおすすめです。はい、で次はこちら、これねハオルチアになります。はい、実は視聴者の方からですねおすすめいただいたのがこのハオルチアなんですよ。私もね結構欲しいなと思ってたんですが、こんな風にねこの窓と言いましてこの透明の部分、ちょっとね私これハオルチア育てるのあんま得意じゃなくてちょっとね光強すぎるんかなと思うんですが、若干曇ってますよね。この窓という部分が透明で、非常に美しい可愛らしい、ものになるんですが、ちょっと私の場合はねあんまりうまく育てられていません。この可愛らしい美しいねこの姿とは裏腹に根っこ結構力強いんですよね。その辺がね結構私的には好みです。はい、では次です。次はこちら、これね未生と言いまして種から育てたものでアデニウムというものになります。多分これ1年半ぐらいね種まいて育ててると思うんですが、あんま大きくならないんですよね。でこれもねこれアガベのチタノタオテロイという品種になるんですが、これもね1年半でこんなんなんですよ。
もうちょっと私ちょっと下手すぎてですね、なんかこう、うまく育てられないんですよね。とりあえずゆっくりじっくり、育っていってるっていう感じはあるんですけど、なかなかね大きくならないんですよ。ただこんな風に種から育てるっていうそういう面白さもあります。はい、ということでだいぶ長くなってきたんですが、もう最後です。こちら、これはですねビカクシダというものになります。これ見てください。これねリドレーという品種なんですが、はい、このリドレーはね結構難しくて私1個ダメにしてるんですけど、これはね結構うまくいってます。こんな風に水苔にですね活着させて、なんか板とかにこう貼り付ける、そういうようなもの、そういう育て方をするんですが、この茶色い部分がねこれ貯水葉と言われまして、水を溜める部分で、この緑のね葉っぱの部分が胞子葉といって、そこから胞子を作る、そんなね役目を果たしているようなものになります。はい、この胞子葉が成長点からね伸びていくんですけど、このトナカイの角みたいなねそんな形状がしてて非常にかっこいいですよね。はい、このビカクシダは女性人気もね結構高いようなものになるみたいです。でこれね何がいいかっていうと、実はこんな風にですね、吊り下げる、壁にかけることができるんですよね。やっぱりねアクアリウムやってるとなかなかスペースっていうのがない中で、水槽のね上部にこんな風に立てかけることで、はい、スペース問題もねあんまりこう気にならないっていうのがこのビカクシダのメリットかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんねお好きな品種ございましたでしょうか。私もねそんなにまだまだ初心者で、数もねもっともっとこれね、たくさん持ってらっしゃる方っていらっしゃるんですけど、かなり増えました。はい、やっぱアクアリウムのね水草とかと違ってかなり品種がねたくさんありまして、その分ね沼要素もかなり強い。いやー皆さん気をつけてくださいね。1個これね購入したら、いや本当にね1個じゃ効かないですから、いつの間にかね勝手に増殖していってますからね。いやぜひ皆さんもね検討していただけたらと思うんですが、どうでしょうか。興味持っていただけましたでしょうか。はい、ビザールプランツっていうとねこう人気のピークっていうのは下がってきつつあるんかなっていうふうには思うんですけど、むしろ今の方がねおすすめです。はい、正直ね私もね数年前とか、2年前ぐらいにね若干興味持ち始めて、調べたんですけど、むちゃくちゃ高かったんですよ。で今は割と値段もね手頃で、はい、手に入れやすい、それでもやっぱり1株1万とかするようなものも、全然あるんですけど、品種によっては非常にねお安く手に入る、そんな時代になってきてますので、むしろ今の方がねこれいいんじゃないかと、はい、趣味でやる分には非常にねいい時代になってるんじゃないかなと個人的には思いますので、ぜひ皆さんハマりましょうこの沼に。はい、とはいえ皆さんね、自己責任でお願いします。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。